どうも、ワンピースの謎を解く仮面 YouTuber、ゆうてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回は週刊少年ジャンプ2023年16号、ワンピース最新話1078話、脱出リミットを考察します。この1078話は、神回です。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。まだ読んでいない人やコミック化の人は多いネタバレを含む内容です。よろしいでしょうか？行きましょう。まずは裏切り者問題の答え合わせをしましょう。ここまでずっと裏切り者の正体はセラフィムに命令できる意見順位の関係からベガパンクの脳みそパンクレコーズが作り出した五老星のクローンではないか、そのように考えてきましたが、エッグヘッド編とつながるパンカーザード編の黒幕は元天竜人ドフラミンゴでした。こことつながるなら黒幕は天竜人五老星のクローンか、それともそのまま自分の父親を銃殺したドフラミンゴのセラフィムなのか。正解は五老星のクローンではなく、五老星とつながっているクローン、五老星になりたいクローン、ヨークでした。パンクハザード編の黒幕は天竜人になりたいドフラミンゴ。一方、エッグヘッド編の黒幕も天竜人になりたいヨーク。表裏一体でしたね。故にこの謎の人影はサターン星に似せて描かれている。ヨークの裏切りの伏線はかなりシンプルなもので、1061話のリリスのセリフ、生物の欲は制御できない。これがそのまんま伏線となり、ベガパンク6、ヨークが裏切り者でした。もちろんこの可能性は考えましたが、そんなシンプルじゃないだろうとか、ヨークの石化とか、ヨークの可愛さに騙されました。早く気づくべきだった。よーく考えよう。伏線大事だよ。裏切り者考察は外しましたが、しかしそれは僕が読み違えただけで、話数の理論は相変わらず絶対です。いつものように1078話の話数の理論から始めましょう。まず1078話の類似話数は78話と178話です。78話はアーロンに銃で撃たれたベルメールさん。くだらねえ、愛に死ね。ベルメールさんは自分の命よりもナミとノジコとの家族の縁を優先して亡くなりました。これは1078話で銃で撃たれたシャカや熊の記憶を見て泣いているボニー、さらにサンジのセリフ、愛の力ともかかっているでしょう。一方178話はクロコダイル VS ルフィ。クロコダイルは砂時計を使って3分間待ってやる。ルフィとの戦闘にタイムリミットを設けましたが、その3分間のリミットが178話で切れました。一方1078話のタイトルは脱出リミットです。次に1078話の反転話数も考えましょう。1078話をひっくり返すと、871話頑張れシーザー。オールケーキから脱出するために逃げるシーザー。そしてブリュレの能力でもう一人のシーザーが邪魔をする。これは先週考えたようにパンクヘアのシーザーはベガパンクのイメージであり、ここからベガパンクの敵はベガパンクだと考えました。このベガパンクがヨークでしょう。さらに871話ではビッグマムを裏切るツユシーが正体を表している。一方1078話でも世界政府を裏切るツユシーが登場しています。また1078話でヨークは自らの野望、夢を語っています。これは前回1077話の類似話数77話とつながるでしょう。77話のタイトルは夢の一歩。つまりヨークの野望、夢の一歩は1077話でシャカを狙撃したことだと読み解けます。続いて本編の考察を始めましょう。1078話のスタートは戦闘丸と話すステューシー。前回ステューシーについては二重スパイの可能性も考えました。世界政府の秘密を暴露するステューシーは確かに世界政府の裏切り者ですが、それだけでベガパンクの味方と呼べるでしょうか。以前も考えましたが、ステューシーはお金が好きなバッキンのクローンです。お金がないベガパンクに味方をする理由が弱い。しかもキザルを含む海軍が押し寄せています。ステューシーにはリスクしかありません。しかし天竜人になれるヨークの味方なら CP0 を裏切ったことも許されて莫大なお金が手に入りそうです。つまりステューシーはヨークとつながっている可能性がまだある。とにかくステューシーは戦闘丸に電電虫を使って CP0 の任務についてばらします。それはベガパンクを抹殺してキザルの到着を待つこと。これが1078話の話数の語呂合わせ1つ目、到着。
到着でしょう。それは通常のバスターコールをはるかに超える戦力。世界政府がそこまでする理由とは？理由1、ベガバンクは小原の研究を受け継いでいる。理由2、エッグヘッドは小原以上の戦闘力を持っている。これを聞いた戦闘丸は脱出リミットが迫っていると判断。住民たちに脱出を促します。このシーンは409話の NES ロビーとリンクしています。409話でも人々がバスターコールを知って逃げる姿が描かれていました。この409話の話数の語呂合わせは、これは後で考えましょう。場面は変わってフランキーサイド。フランキーの体は S スネークによって半分石化されているが、まだ会話は可能。フランキーは石化を解いたら許してあげると言いますが、S スネークは相変わらず無言。頭だけになったピタゴラスも泣きながら S スネークに誰が命令したのか問いかけます。これが1078話の話数の語呂合わせ2つ目。人の名は。人の名はでしょう。こちらは先週予想できました。しかし S スネークは裏切り者の名前は答えない。ピタゴラスを踏みつけて大爆発させました。釈迦と同じくピタゴラスもお釈迦に。しかしおそらくこの2人の脳みそはバックアップされてそうですから、まだ復活する可能性はあります。場面は変わってロビンサイド。ロビンはみんながセラフィムと戦っている間、ステラに何かが起こるかもしれないと分析。これが1078話の話数の語呂合わせ3つ目。人の知恵。人の知恵でしょう。7は中国語で知、8は英語で8の絵です。ここでアトラスはエッグヘッドには昔使われていたが、今は封印されているラボが一つあるという。ロビンはアトラスにそこへ案内してくれるよう頼みます。場面は変わってナミ、ブルック、サンジサイド。ブルックは幽体離脱でベガパンク探しを続行。サンジは S シャークと対戦中。しかし S シャークの聖剣好きにサンジはノーダメージ。なぜならそれは愛の力だという。はい、ここが今回の重要ポイントです。サンジの鉄のように硬い体はジャッジの欲望によって付与された科学の力です。しかしサンジは魚人ベースの S シャークにそれは愛の力だという。ここで魚人のトムさんと人魚の乙姫を思い出しましょう。どんな船でも作り出すことに善も悪もねえもんだ。このトムさんのセリフは古代兵器プルトンにつながる。そして乙姫は古代兵器ポセイドンについて、人を救おうとすれば幾千もの命を救える愛の力。科学や技術は兵器にも愛の力にもなり得る。そう、たとえサンジの体がジャッジの欲望で生み出されたとしても、それを使うのはサンジ次第。その力を正しく導くのは使用者次第なのです。ここからわかるのはずっと言ってるように、やはりベガバンクは古代兵器を作っている。あるいは作れるレベルに到達している。だから世界政府は天才ベガバンクを抹殺したい。天才の語呂合わせは天才。1031は科学の戦士。外国核が発動したサンジは、お前たちの全てが俺の思想に反する。自分の兄弟たちの思想を全否定しています。このジェルマの裏切り者、サンジは、ベガパンクの裏切り者、ヨークと繋がるでしょう。さらに1078話の扉絵では、ジャッジとシーザーがネオマッツを結成しています。場面は変わってルフィサイド。セラフィムの弱点は分かったが、背中の炎をどうやって消すかが分からない。キングの場合は高速移動の時に背中の炎が消えていましたが、そうではないのでしょうか。そんな中、S フォークだけが戦線を離脱して移動します。つまり弱いやつから倒してルフィたちを動揺させる作戦。なかなか人間らしい戦いを見せるセラフィム。S フォークはゾロとカクが追いかけます。この辺りが1078話の話数の語呂合わせ4つ目。人は悩む。人は悩むでしょう。ちなみにルフィはここで迷子になるゾロのためにカクをウソップと呼んで一緒に行くようお願いします。これは326話でもゾロが間違えていました。そしてルフィは懲りずにオークガトリングを S 部屋に打ち込みます。このシーンはおそらく日本のことわざ、何度もくじけずに努力するという意味を持つ七転び八起きと地点抜刀にかかってるでしょう。1078話だけに。そして熊のセラフィム S 部屋が攻撃される次のシーンは熊の記憶の前で崩れ落ち涙するボニー。これが1078話の話数の語呂合わせ5つ目。父ちゃん。父ちゃんでしょう。こちら先週予想できました。そしてナレーションが始まります。これらは
かの有名なエッグヘッド事件の前日に起こったことだといい、場面は事件の始まり3ヶ月前の聖地マリージョアへ。エッグヘッドの謎の人物からベガパンクが空白の100年を研究しているとリークが入る。世界政府は真相を確かめるために CP5 を派遣したが、証拠も見つけられず、さらには CP7、CP8 も全員が失踪してしまう。そう、この謎の人物とはヨークでしょう。ヨークはベガパンクたちが危険であると思わせるためにサイファーポールたちを閉じ込めたのか。そしてヨークはさらに五老星との通話を要求し、五老星はヨークと会話した後、天才科学者ベガパンクの裏切りを確信する。そして CP0 にベガパンク抹殺を命令。しかしベガパンクが反撃に出ることを想定し、五老星の一人サターン星がキザルを護衛につけてエッグヘッドへ出航したという。つまりサターン星には何か戦闘能力があるのか、それともただセラフィムやマーク3を制圧するためだけに向かうのか。それはもはやバスターコール以上戦争の要素。初めて見る海軍の将校たちもいます。これが1078話の和数の語呂合わせ6つ目、戦地へでしょうか。しかしそんな中、また現れた邪魔者が4校ルフィ。このエッグヘッド事件の結末は世界に思いもよらぬショックを与えると言います。ショック。ここでナレーションは日本語の衝撃をわざわざ英語のショックと読ませています。ショックの語呂合わせは以前考えました。それはショック。409は強報緊急大放送。扉絵には7人のベガパンクとつながる7人のバロックワークス。そしてエッグヘッドと同じルフィ VS ルッチ。さらにスパンダムがゴールデンデンデン虫でバスターコールを呼び寄せてしまう。これはデンデン虫で海軍を呼び寄せるヨークとつながる。そう、ヨークの語呂合わせはヨーク。同じ409話です。1078話は409話とつながっているでしょう。そして場面は地下の旧悪魔の実研究室。カツンカツンと足音を鳴らし階段を降りてくる裏切り者。それはヨーク。ステラの前に現れたヨークは、あたいね、天竜人になるんだ。それがヨークの欲望。いや、ベガパンク自身が抱いていた欲望。目の前に現れた自分の欲望の塊に震えるステラ。そうです。天竜人になれたらもうお金の心配もない。働かなくていい。食って出して寝るだけ。クーダスネール。富、名声、力。この世の全てが手に入る。それは誰でも思い描くシンプルな人間の欲望。誰だってそうしたい。それがたとえ天才であっても、天才の欲望は凡人と同じだった。これが1078話の和数の語呂合わせ7つ目、異能なパンク。異能なパンクでしょう。異能とは優れた人、狂った独特な能力の人。その異能が1078話で弾けた。パンクした。しかし天竜人になりたいというヨークを受け入れられないステラは、あんな汚らわしい人間になりたいじゃと声を荒げますが、我々はもう知っています。ベガパンクがまだ脳を分割していない時代に五老星と謁見した時、満足そうだったことを、正論を語るステラを嘲笑うヨーク。釈迦ならそういうね。もう死んじゃったけど、ベガパンクの欲望は正論によって抑えられていた。それは人間なら誰しもがそう。しかしその正論を担っていた釈迦は死んだ。この時、最後のページで足を広げているヨークは和式トイレでうんこをしているかのよう。正論を振りかざす釈迦をうんこに見立てている。正論もゆで論も邪魔。うんこなのです。ベガパンクの正体については1年前このように考えました。こちらです。さらにベガパンクの顔はもしかするとスペーシー注意と同じような顔をしている可能性もあるでしょう。スペーシー注意の顔はどことなく宇宙の見方を変えた相対性理論を提唱したアインシュタインのようです。さらに付け加えればベガパンクの頭、脳みそはとんでもなく膨らんでいるかもしれません。ベガパンクの人格はこれまで本編の数々の描写からファンの間ではいい人っぽいと言われ、これまで僕もそう考えてきましたが、これはもしかすると小田先生にはめられているのではないでしょうか。非道？
この島で囚人のゴミ人間どもをゴミのように人体実験するそれと何が違う？とにかくシーザーが分かりやすいクズならベガパンクは狡猾なクズである可能性はあります。気は荒いですが気のいい海軍 G5 たちはベガパンクのことをクソ親父と言っていました。続いてはそのパシフィスタについて考えましょう。完成版パシフィスタとはどんなサイボーグなのでしょうか？それは悪魔です。バーソロミュークマを巨大化しドラゴンの翼を加え空を飛ぶほどおぞましい。さらに回廊石も装備し物つまり各パーツにはギザのレーザーの他に赤犬のマグマや青生地の冷え冷えなど複数の悪魔の実を装備している。それはまさに悪魔であり悪魔です。聖地マリージョアで神イム様を守る悪魔を誕生させるかもしれないベガパンクの人格は僕はシーザー以上のクソ野郎だと考えます。以上です。1年前ベガパンクの正体とはシーザー以上のクソ野郎だと考察しました。その正解はクソ野郎というよりもベガパンクの一部がクソ出し野郎だった。作業効率を求めたベガパンクは自分を6つに分けてそれぞれに性格と役割を持たせましたが、睡眠欲と食欲を一人に集中させるため欲望に特化させた結果怪物ヨークが誕生してしまった。そんなヨークはさらにややこしい他のベガパンクたちを抹殺して自分が世界に一人だけのベガパンクになるという。これが1078話の話数の語呂合わせ8つ目。一つのナンバーでしょう。ナンバーワンにならなくてもいい、もともと特別なオンリーワン。名曲世界に一つだけの花の歌詞とは真逆のヨーク。ベガパンク6ヨークの裏切りの伏線はもしかするとスリラーバーグにあるかもしれません。ベガパンクを尊敬するフランキーはスリラーバーグでパイレーツドッキング6巨大ロボ戦士ビッグエンペラーをみんなに要求しました。しかしロビンは人として恥ずかしいわ、ドッキングを拒否。これにフランキーはまさかの裏切りだ、まさかの。そうです、ロビンは麦わらの一味のおそらく6人目です。ベガパンクを裏切ったヨークもナンバー6。ただしベガパンクは一方でオハラの文献を受け継いでロビンの心を救済もしています。産地と古代兵器の関係性からも分かるように科学技術は兵器にも愛の力にもなり得る。それでは次にヨークのトリックを考えましょう。ヨークは S スネークに石化されましたが、この石化はセラフィムに命令できる人物なら石化を解くことは可能です。もしくはホログラムかもしれません。次にベガパンクたち6人は1日1回経験や知識を共有していますが、ヨークの役割は食って出して寝るだけです。共有する意味がほぼない。つまり共有してもしなくてもどっちでも良かったのかもしれません。残るトリックはセラフィムに命令できる意見順位のみです。このトリックは今はまだ分かりません。もしかしたら五老星の音声を使ってヨークが何かを仕掛けたかもしれません。それではヨークはなぜこんな面倒なことをしたのでしょうか。それはおそらく戦闘力がヨークは低い、ただのベガパンクのクローンだからです。しかしおそらくヨークは隠し玉を持っているでしょう。それがエッグヘッド編のラスボスでしょうか。とにかく世界にショックを与えるというエッグヘッド事件の結末はどうなるのか目が離せません。続いては次号1079話の展開を話数の理論から考えていきましょう。さて次回のワンピースはまずは1079話の類似話数から考えましょう。1079話の類似話数は79話と179話です。79話は生きる。ベルメイさんを殺されたナミは憎きアーロンの部下となり村を救うことを決意しています。こことつながるなら1079話では熊の記憶の話か。バーソロミュー・クマが憎き世界政府の奴隷となり自らパシフィスタとして改造されることを決意した話かもしれません。一方179話は決戦はアルバーナ。首都アルバーナで王国軍と反乱軍が激突する直前ならば1079話でもいよいよ海軍がエッグヘッドに仕掛けるのか。この流れはオハラに似ています。オハラではクローバー博士が銃で撃たれた後サタン星がオハラ攻撃命令を出しています。そしてエッグヘッドでもシャカが銃で撃たれましたから次はサタン星がエッグヘッドに攻撃命令を出しそうです。
次に1079話の反転話数も考えましょう。1079話をひっくり返すと、971話、釜茹での刑。国を救うために全てを背負う男、光月おでん。ここと繋がるなら、やはり熊でしょう。熊の秘密について、1ヶ月前、ベアという単語からこのように考えました。こちらです。熊の秘密を読み解く鍵は、ベアでしょう。ベアとは、熊という意味の英単語ですが、それはベアの名詞としての意味です。ベアには数多くの動詞があります。例えばベアの動詞は、耐える、我慢する、負担する、肩代わりをする、引き受ける、運ぶ、生み出す、内包する、などがあり、それはバーソロメュー熊のストーリーに合致しています。ここから推察するに、少年時代の熊はおそらく奴隷たちの負担を請け負って何かを肩代わりしている。そして何かを生み出している。それが熊の秘密なのでしょうか。これら英単語のベアが意味する考察が正しいなら、負担する、肩代わりする、引き受ける、耐える、我慢するなど、光月おでんの物語ともつながります。そんな1079話の話数の語呂合わせ予想、一つ目は、人は泣く。人は泣くというのはどうでしょうか。これはボニーにつながりそうです。1079話の話数の語呂合わせ予想、二つ目は、0を前につけて、音をなくす。音をなくすというのはどうでしょうか。優しいお父さん、熊が改造されてしまう話か。以上です。皆さんはどう思いましたか。ご意見や考察してほしいなどがあれば、コメント欄までよろしくお願いします。ありがとうございました。またね。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。